新型コロナウイルスが流行っておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。プラコロ動画もちょっと大人数での対戦を企画していたんですけども、こんな情勢なんで家から出て、すごい指紋つく、ほら指紋がちょっとね、大人数での対戦動画は一旦お休みして、なんか別の企画ないかな。プラコロ世代が必ず好きなもの、そう金色のガッシュですねもうだいぶ無茶なんです。当時同じ世代であれば、ちっちゃい頃にね、テレビアニメの金色のガッシュベルを見てると思うんですけども、アニメはだいたい11巻の最後ぐらいまで行って、途中でオリジナルストーリーに差し替わってアニメ版は最終回を迎えたんですけれども、実はですね、この金色のガッシュはこの後の12巻から16巻がめちゃくちゃ熱いんですけれども、それは余談として、アニメや漫画見たことある方は一度は思ったと思うんですけれども、自分も魔本で戦いをしてみたい、自分だってどういう戦略でやるんだろうとかですね、一度はこの魔物のバトルを体験してみたいなんて思う方もいらっしゃるかと思う。金色のガッシュベルザ・カードバトル2人を対戦セットバトルオブサウザンズですね。ザ・カードバトルというものがありまして、これちょっと私も当時もやったことないんですけれども、魔本を実際にめくりながら対戦していくカードゲームバトルがありまして、結構流行っていたらしいんですよね。で今回はその2人を対戦、スターターセットみたいな感じのものですねを、中古で購入しましたので、これをちょっと開けてみたいなと思います。こういう感じですね。ガッシュベルの仲間陣営と1000年の魔物編の魔法の対決になるのかなっていう感じのスターターデッキなんですけど、このサイドにはカード出す40種プラス1種があって、で石の呪縛デッキですね、ざっとあって、反対側は、作戦 E デッキ、作戦エージェンシーデッキですね。作戦エージェンシーっていうのは1000年前の魔物編の乗り込む時になぞなぞ博士が考案した作戦でですね、作戦 A が全員で突撃してタッグを組んで戦えみたいな、それが作戦エマージェンシーですね。そんなに実は詳しくないです。はい。で裏面はカードルール漫画1冊。なんでこれ必ず漫画で説明しようとするのこの時代。これやっぱり必ず漫画で説明してくるメーカー。なぜ記者は漫画で必ずルールを説明しようとするんですか。子供向けだからなのかな。ちょっとバンダイのカードゲームの歴史を紐解くと、ちょっと失敗の歴史の積み重ねのイメージなんで、果たしてこの漫画作戦が合ってるのかわからないんですけど、カードセットスペシャルカードあって、このファイルですね、これが重要なんですけど、あとなんかグッズがありますよみたいな感じですね。でもちろんブースターと組み合わせて強化できますよみたいな、おもちゃ屋さんでブースターパック買って強化してねみたいな。じゃあ開けてみますか。おお、マジで魔本だ。はい、開けると中はこんな感じでございます。すごいなこれ本当に。うわー、そうなんですよ。このバトルは本当に魔本の中にカードを入れて、でそれを、ダメージ食らうとめくられていって、最後までいくと、魔本が燃えて負けますよ的なことですね。いいな、ちょっとマジでいいな。じゃあカードも一応見ていきますか。ちょっと効果とかの説明はしないんですけど、こういう感じですよみたいな。かっこいい。絵柄がかっこいいな本当。でなんか心のカードとかね、いろいろありますけど、魔本を止めるバンドなんかあるのかな。で石の魔本、これ何色、これ何の本を見せると、入門。ちょっと中見てみますか。ザ・カードバトル入門。東洋バトル。そう、このクソダサしい、ちょっと一度皆さんクソダサ CM 見たことあると思うんで、一度見てご覧ください。これちょっとザケルガセンシルラダム魔王ザケルガ金色のガッシュベルザ・カードバトル。はい、ということでね、売れなかった原因これなんじゃないかっていうぐらいすげえダサいんですよね、この CM が。俺たち魔本メテル対戦だ。これ結構コンセプト自体はすごくいいんですよね。じゃん、カードバトルキレマロ参上。なるほど、本物キレマロだ。清マロに対抗してキレマロがね、こう説明してくる。ちょっとルール説明も後でザクッと割って説明しますか。こんな感じのセットがついてて、コインもガッシュと裏面が魔本の真ん中に、ここにねついてるこれと同じ絵がついてますけども、コインがあって魔本があって、でカードもこれも石の呪縛編のカードがいたな。サオロンっていうんだ。名前知らなかったな。こういうねギガラドシルドとかもね言えるんで、この程度の呪文に俺のグラビレイが打ち消されるなんてみたいな、シェリーが心の力弱りすぎ、パムーンね、パムーンあたりは結構メジャーなのかなと思いますけど、ロンドラドムとかねあっ
ったな。はい、そんな感じで最後得点カードのゼオンが入ってるんですね。で最後にバトルフィールドですね。これ1枚で、自分の陣地と相手の陣地と両方でできるっていうのは結構優秀なんじゃないかなと。もっと本当はね、遊戯王だったらこのカードに対してこう5個セットするところがあって、さらになんか墓地となんかあれとかね、ガッシュベルザカードバトルはこれで済むと。なんか絵柄もちょっとシックでいい感じですね。ちょっと弱い。これの裏面がこれルールブックみたいな感じで Q&A とかね、簡単なマニュアルになってますね。ほい、そんな感じでございます。はい、ほんとざっくりですがルールを説明していきます。最初に魔本ファイルとカードをこのように準備します。ゲームがスタートしたら最初のページにセットしてあるものをお互い出します。ファイルから出して、このようにで最初の1ページをめくったらお互いに心の力が2つ溜まってスタートです。このゲームの面白いところはデッキイコール手札になってます。この本を準備するだけでゲームができると。自分の番が来たら最初にスタートフェーズを行います。スタートフェーズではページをめくることで心の力を回復することができます。ただしこのゲームはページが一番最後のページまで行ってしまった方が負けなのでめくりすぎには注意です。1ターンで最大3ページまでめくることができます。そしてめくったページは戻すことができません。スタートフェーズではページをめくらないこともできます。スタートフェーズの次はバトルフェーズです。バトルフェーズでは魔物を召喚することができます。バトルフェーズ中にはページをめくることができないので、このような状況の場合左右両方のページを使ってしまったのでこれでもうできることはありません。最後にエンドフェーズ。エンドフェーズではページを1枚めくってページをめくったことで心の力が2回復してターンが終了します。相手もスタートフェーズページをめくらずにバトルフェーズで魔物が登場しパートナーカードをつけることもできます。パートナーカードは原作通り対応した魔物にしかパートナーをつけられません。ソフィスの場合は個々しかつけられません。相手もエンドフェーズでページを最後に1ページめくりターンを終了します。さあこのままでは決着がつきません。自分のターンスタートフェーズですが今回もページはめくらないこととします。バトルフェーズに移行します。パートナーカードをガッシュベルに清丸をつけたりとか、このように攻撃呪文がある場合は攻撃することができます。相手にカードを見せて呪文を宣言します。ザケルガ。この時右上に書かれているコストの分だけ心の力を取り除きます。攻撃呪文が出た場合相手がダメージを受けると1ページめくらなければなりません。この場合相手が取れる防御手段は2つです。まずは自分の魔物でダメージを受けることができます。ただしすでに一度ダメージを受けている魔物が再びダメージを受けると捨て札になってしまいます。もしくは現在相手が開いているページに防ぐと書かれた防御呪文を持っている場合私が打ったザケルガに対して防御呪文で防ぐことができます。呪文同士がぶつかった場合呪文の威力によって勝敗が決します。左下の数値に注目するとこちらのザケルガは元々のガッシュベルの魔力4500プラスザケルガの4000をプラスして8500の魔力です。それに対しソフィスの魔力6000プラスギガラドシールドの6000で12000の魔力です。この場合防御側の魔力の方が高いのでザケルガが防がれただけで終わってしまいます。呪文は1ターンに1度しか使えないのでエンドフェーズ1ページめくってめくったことで心の力を2回復してこれでターンが終了します。このようにバトルフェーズで魔物を召喚したりパートナーを召喚したりまたイベントカードを使ったり呪文を放ったり防御したりすることでどんどん進めていきます。相手が次どのような手を打ってくるのか様々な状況を読みつつ原作通り心の力の管理も行いながらページの後ろの方にしか入れることができない上級呪文を打つための心の力もためながら戦いを進めていかなければならないと。そんなようなカードバトルです。これがねもう本当に原作みたいな感じで魔物を盾にして本を守るのかあえてね魔物を残すことで心の力をためながら自分がダメージを食らって最後のね最強呪文にかけるのかとかその辺の戦略とかこの場の読み合いとか流れによって本当に勝負が決着するような感じなので原作の追体験をするならぜひ一度やってみてはいかがでしょうかという感じです。ルールの詳細な説明については公式のインスト動画がありまして他の方が動画で上げているのでそちらを概要欄でリンクに貼っておきます。実際ね対戦するとどんな感じになるかっていうのは対戦動画を見てもらえればと思いますんで、お楽しみにしていただければと思います。じゃあ開封はとりあえずこの辺で。ウェーイ。